今回はスズキスイフトの初乗りインプレッションになります。車を買って調べてみたチャンネルのヒデさんです。このチャンネルは車についていろいろ調べたいことをアップしています。このチャンネルが気に入ったらチャンネル登録と高評価、そしてベルマークを押してもらうと次回の動画があなたの手元に届きます。インスタグラムやカーチューン、ツイッターなどの SNS もしています。そちらでは愛車の紹介や次回撮影予定の車、動画の告知をしています。よかったらフォローをお願いいたします。では本編です。よろしくお願いします。今回はスズキスイフトに乗ってみたファーストインプレッションです。スズキジムニーを乗ってから乗用車の車格でも乗ってみたいなと思い、アプリのエニカで1週間借りることにしました。これから使用して気づいたことをお伝えする動画を数本収録する予定なのでよろしくお願いいたします。スイフトという社名は古くはカルタスの初代2代目モデルの国外仕様に使用されており、特に2代目カルタスの国外使用車は北米や欧州等の多くの地域でスイフトとして販売されていました。また北米仕様はジオメトロのバッジエンジニアリング車としてカルタスとは異なる独自の3代目スイフトも存在しておりました。日本市場における初代スイフトは2000年に登場しており、このモデルは国外では2代目カルタスをベースとしたモデルがスイフトとして併売されていた関係でイグニスの名称で販売されておりました。2代目は社名を世界共通でスイフトとし、世界市場における販売を視野に入れ、ボディ、デザイン、プラットフォームなど全てを一から開発。自動車の基本である走る、曲がる、止まるをしっかり作り込んだ車種として日本国内のみならず世界各国から高い評価を得ております。3代目は2代目のキープコンセプトとしつつ、各部の新設計をすることでさらなる進化を遂げています。4代目ではガソリンモデルに加えてマイルドハイブリッドモデルが設定され、後にハイブリッドモデルも設定された3車種のパワートレインをラインナップいたしました。なお初代モデルから一貫して MT 車を設定しておりまして、初代から3代目までジュニアラリー選手権に参加しており、参戦車をイメージさせたスイフトスポーツも高い評価を得ております。また4代目も全日本ラリー選手権の JN4 クラスに参戦しております。名前の由来はスイフトは英語で軽快、快速を意味しています。なお日本国外においては20年以上にわたり馴染みのある名称だそうです。はい、今大体の前置きの話をさせていただいたと思います。で、今回スイフトをお借りしてすごく乗って思ったんですけども、購入されたものとしては、これは一応年明け早々に購入された車で、半年ほど経った購入者の方がいておられました。で、実際運転していてすごく鈴木さん特有なんかどうかわかんないですけど、結構しっかりしてるんですよね。ジムニーももちろんそうでしたけども、しっかりした印象のある運転席周りっていうのは基本的にジムニーに同様感じるところかなと思います。ハンドルの質感に関しても結構ジムニー同様同じような触り心地なんですよね。で、ハンドルなんですけども、こちら下の方をカットしている D 型の形のハンドルということで、普通に運転してる限りはここ膝元に少し空間があって余裕のある感じなので、僕は結構好きだなと思います。今こうやって回して D のところ、ここのヘリも気になるかなと思ってるんですけど、結構ここが滑らかに加工されてるんで、運転していても気にならないハンドルの形だなというふうにも思います。はい、今日お借りした日としては雨の日と
梅雨時だったんでこういうタイミングになって撮影も結構1週間で限られた時間なんでどこまでの企画ができるかちょっと分かんないですけども、まずは初乗りインプレッションという形でこのようにお伝えさせていただいております。はい、今いつも通りのポートタワー周辺を回り込んで今からハーバーランドの方を通りつつポートアイランドの方に向かうバイパスに乗ってポートアイランドを一周して橋を渡って戻っていきたいと思います。いつも通りのコースということで、年日回りとかは次回、引っ張り動画を撮影するときに改めてお伝えできたらなと思います。今回はあくまでもファーストインプレッションについての動画ということをお伝えしたいと思います。これ 1.3 リッターのパワートレインの車で、CVT という形になってます。パドルシフト等はついていないので調整等は任意ではできないんですけども、今結構踏んだりとかしながら立ち上がりとかどうなのかなというふうに、見ておったんですけども、車重がなぜ多分ジムニーと変わらんぐらいの重さではあります。なのでジムニーと変わらないぐらいで1.3 リッターなのでぐいぐい走る車やなというふうには感じております。駆動に関しても、FF なんですけど久々にちょっと FF の車乗ってて思ったんですけど、昔から比べるとハンドルがそんなに取り回しが重たいっていう風にはならないんだなという風にも思います。で今走っててこちら肘置きが一応ついてるんですけども、これ細いんですけどちょうどいい位置にあるんでこの肘置きいいですね。でシートの質感なんですけど今の新しいジムに一緒のような感じですかね。また内装外装の動画もアップしていくとは思うんですけども、パッと乗ってメーター周りと一応見てて思ったのが、メーターが一番下のところからスタートで0になってるんですよね。これはタコメーターとスピードメーター両方ともなんですけども、この形のメーターの、スタート位置っていう僕初めて見ました。普段だったら多分下から見た場合だいたい30度ぐらいからだいたい0があって回っていくようなイメージがあるんですけども、メーターとしては基本的にはそう8000回転でレッドゾーンの始まりが6200回転あたりという風に、メーター上はなっております。スピードメーターに関して言うと僕日本車で初めて見たんですが、マックススピードが220キロ表記上になっています。ここまで日本でぶん回すことは不可能なのであれなんですけども、これも多分あれなんですかね、もう輸入前提で作られてる分もあるのでこのような形という風に共通ということなんですかね。これは初めて見たメーターの仕組みだなという風に思います。街中を今バーって走っててストップ&ゴーに関しても特に何のストレスもなく運転できてるかなと思います。今はちょっと雨の中なのでワイパーをつけながら運転していて視界等もそんなに悪くなく、いざ乗ってみるとこの居住エリアが四角いんで圧迫感って意外と小さい車やのにないなというふうにも感じております。では今からバイパス方面に向かっていきます。ちょっと今坂道なんで飛び込んでいきます。今3500回転ぐらいで急に落ちた。ナビの方で速度超過っていうのを言われるんですね。なるほど。はい、今とりあえずバイパスここが50のところなんで今50から速度を調整しています。引き上げがちょうどバイパスの接合部分をちょっとずつ乗り上げていくような感じで今乗り上げました。これスイフト特有なんかどうかわかんないですけど、思ったより初めの突き上げないんですけど後ろの突き上げがあるのかな。でも気にするほどじゃない突き上げかなと思います。で今からポートアイランドの方に向かいます。ほんまは借りた初日としては晴れた日に気持ちよく運転はしたいなと思っておったんですけども、今日はもう
元の方雨の状況を見ると最近普通の雨も侮れない状態になってるので、本当もう風すげえ、橋の上運転してるんですけど風がすごいです。着付け感やばい。ちょっとさすがにこれ周りのトラックとかもすごい影響を受けてるから、ちょっと慎重に運転したいと思います。ちょっと今横風吹いた時結構ハンドル持ってかれましたね。ではポートアイランドを外周していこうと思います。 CVT からの遅れのある印象がどうなのかっていうのはちょっと気にしながらアクセルを踏んでるんですけども、1テンポぐらいですかね、感覚としては。踏みました、上がりましたみたいなイメージで上がるのはいいですね。ちなみにこれもノーマルのスイフトなのでモードがあるのかなというふうには思っとったんですけども、モードはないみたいですね。あとはクルーズコントロール周り、これジムニーと同じですね、設定の見せ方は。これまた高速運転するときに、使ってみたいと思います。あとは左側が、ナビのコントローラー周りと、あとインフォメーションディスプレイの切り替えができるボタンなどが一応あります。であとは電話、これ一応ストラーダが入ってるのかな、それの電話自体の応答ができるボタン周りがハンドルにはついております。ちょっとトラックを抜きます。で今踏み込んでいきます。結構車の音に関しては雨フロントガラスに当たる音はすごくパラパラとなるんですけども、天井の音が意外としないなというふう、反響をあまりしてないような風には思います。窓ガラスに当たる雨粒の音結構パラパラ、基本的には音として入っているのかなというふうに感じます。でこの辺結構路面が悪い場所なので、その感触を確かめたいと思います。この車で揺れの吸収のことを求めるのは違うんかな。これでもスイフトスポーツやったらどうなの、硬いからもっと揺れるのかな。でも値段帯からしたら十分な印象やと思うんですけど、走って止まって上がって、基本動作に関して全然文句のつけようのない車かな。だから信号を止まってブレーキ踏むときにあれなんか足らんなみたいな印象は制動距離もひっくるめて特にはないんで、違和感なく運転できてるなというふうに思います。今こうやって大きいカーブを回ってても不安定な印象は特にありません。赤信号になったのでブレーキをこれから踏みたいと思います。はい、踏んでます。十分止まる。もちろん今安全を期するために早めに踏んだ方ではあるんですけども、予定よりは全然早くもう止まりそうな感じだったので、十分のブレーキの印象はあると思います。これがまたね、乗った人数が増えたりとかすると車重も増えてその転がりもちょっと変わったりはするとは思うんで、もともと軽い車なので、そういう意味では今の現状は止まりやすいのかなというふうにも思います。これでも他のハッチバック車と乗り比べていろいろ見てみたいなというふうにも感じてます。これの同等クラスになってくると今のヤリスとかフィット、マツダ2か、元デビオのマツダ2、その辺りとも乗り比べたいなというふうにも感じました。でもこのスズキのステアリング好きやな。なんか頼んないなっていう感じじゃないんですよね、小さい車やのに。ジムニーと触り心地はほぼ一緒です。四角周りで言うと、もともとこの A ピラーが背で出てないんですね。出てないフロントの A ピラーなんで、フロントガラス周りからするとどうなんですかね。ここ三角窓がないからどうなんやろうとは思ってたんですけど、こんなに気になるんですよね。ここに一応スピーカーがあるんですけど、そのスピーカーが黒で
トされてるっていうのもあって、なんかこう圧迫感がキラージョあるようには見えないなと思います。すいません、今後ろにファントムが来て、もうえらいとこ止まったぞ。話が途切れる状況が悪い。車線変更して踏み込んで全然 CVT やからこうドンドンっていう動き方は難しいかもしれないですけど、地上運転で考えたら何の不満もないと思います。でもなんか振動今乗っててだんだん気づいてきたんですけど、多分車自体の振動は結構受けてると思うんですよ。ただこのスズキ特有というかスイフト特有なんですかね、シートが結構分厚いんですよね。シートが分厚いから段差が気にならない。でも車自体は振動を受けてるっていう感覚ですかね。だからその振動がボディに伝わる部分でいうと、今左足と、アクセルを乗せてる右足から伝わってくる振動がどんどん来るんですけど、体が触れてる部分っていうのはシートから上になるので、そこはそんなに揺れないっていうのが、感想としてはそれが正しいんかな。なんか僕の感想としてそういう風に感じております。これもジムニーと一緒や。パーツはちょこちょこスズキ用のパーツとして共通で使われてるんですよね。でも日常使いにとっては全然振り回しのいい車やな。こう目の前にジムニーとシエラか、あれはファントムの後ろに今入りました。では橋を渡って今4000まで今踏み込んでやった時、ちょっとでもスピードメーターだいぶ遅れて動き出したら、踏み込む時の音がのぶとくていいっすね。思った以上にのぶとい。今4000回して60いったぐらい、今1200回転ぐらいで、ファントムの後ろを走っていて60キロぐらいです。トラックがいっぱいおる。トラックは怖い。さあ走って雨の中を神戸の街並みをバックに走ってきました。僕の中では一番初めに受けた印象からすると、すごくこのクラスでは印象がすごくいい車だなというふうには思います。明日高速に、乗る機会があるので、一度高速に乗って、クルコンを使ったりとか、あとは燃費的にはどうなのかとか、そういう部分を、印象として受けた感想をまた、収録したいと思いますので、よろしくお願いします。今回の動画いかがだったでしょうか。SWIFT についてこれから何本か撮っていくつもりでいますので、もし興味のある方といましたら、ぜひチャンネル登録をしていただいて、通知ボタンまで押していただくと、また次回の動画もご覧いただくことが可能になります。こちらのチャンネルではこのような感じで車のことをお伝えさせていただいていますので、またよかったらご覧ください。では次回動画でまたお会いいたしましょう。